実験大好き MNU です。今回はナノ VNA 持ってる方ね、結構多いんじゃないでしょうか。私もね、このような形、前々回のね、動画の方でもご紹介させていただきましたけど、こういう形でね、実際に購入させていただきました。私なんかね、たった1個しかないんですけど、多くの方はね、もう2個、3個、4個お持ちの方も結構多いんじゃないかなと思います。使い方につきましては、YouTube やホームページでね、多くの OEM 局がいろいろと情報提供されているんでね、割合情報の入手に関してはね、このナノ VNA 苦労することはね少ない傾向じゃないかなと思うんですけど、持て余してる方っていうのは結構多いんじゃないかなと思っております。一番の原因が何でも測定できる。もうこれすごいですからね。やっぱり書籍とか雑誌で結構特集が組まれてて、皆さんも見ていろんなことができるんやなっていうので、私が一番びっくりしたのがフィルターの特性が簡単に測定できると。30年前無線機ね、何台か作った時に計算値だけでフィルター作ってね、ジャーの保証日程とか通した覚えがあるんですけど、実際に測定する機会が1回もなかったんでね、できれば里に帰った時にちょっとその無線機のね、ほんとフィルター測定しようかなと思っているような形です。私はフィルターの特性が調べたかったと。いろんなもん見てれば見るほど、結果何測定したらええのかって結構ね、困ってる、パニックってる方も多いんじゃないかなと個人的に思っております。なぜ持て余すのかっていう理由をね、ちょっと考えてみました。とにかくね、機能が多い。ものすごくね、使い方が豊富、夢の測定器ですから、本当にね、機能が多い。使い方次第でいくらでも増えていきます。機能が多いのがちょっと困っちゃうんじゃないかなとも思ってます。こういう機能が多いものっていうのは、やっぱり事前の機能設定、いろいろなパラメーターの設定、勉強ですよね。その測定によってどんなものがどう現れてくるのか、何を測定しているのかよくわからないっていうお恥ずかしい状態になってしまうっていうんですか、まさに私を指してみようと思うんですけど、測定前の正しい構成、もうこれもね YouTube 各局皆さんやってますけど、やっぱ構成しないとこの測定器生きてこないんですけど、意外とこの構成もねやると結構めんどくさいんじゃないかなと思います。測定中の再操作、必要によってね測定レンジを切り替えたり、それ測定器ですから当たり前なんですけど、やっぱり画面も小さいで、逆にちっちゃいのタッチパネルですから、やっぱりね細々した操作を測定中にするのはちょっと面倒くさいかなと思っている方も結構多いんじゃないかなと思います。このナノ VNA の測定ですよね。これどこまで割り切ったらいいんやっていうのをちょっと考えてみました。もう例えばなんですけど、もうアンテナの調整だけで十分とも思ってしまうっていうんですか。もう気持ちの問題だけですけどね、気持ち、アンテナの調整だけでも十分とまず思っていただく、これだけでもね気分楽になるんじゃないかなと思います。もっとね分かりやすく言いますと、アンテナアナライザー並み、やっぱりね YouTube でもアンテナアナライザーのようにナノ VNA 使いましたって結構ねタイトルにつけられてる方も多いとは思うんですけど、アンテナアナライザー並みに簡単にならないのかってちょっと考えてみました。メーカー製のアンテナ、自作のアンテナでもだいたいマッチング回路があるようなもんですよね。チューナーの調整ですよね。私ようやってますけど、チューナーの調整で移動先でのアンテナの確認っていうんですか、そこまで考えてもね、もう9割以上、もう 9.5 割ぐらいっていうんですか、気分 SWR が低い数値示しときはそれ以上その場で測定する意義っていうのはほとんどないと思うので、 SWR だけにねちょっと特化したいという気持ちがあります。自由な周波数、まさにアンテナアナライザーが出た時のアマチュアバンド以外でも SWR が簡単に測定できれば、それだけでねこのナノ VNA 幸せに使えるんじゃないかなと思っております。要するに使う目的をもう徹底的に絞ると、もう他のこと考えないと、絞れば絞るほど操作も簡単になると、ある意味当たり前なんですけどね。設定項目ですよね。いろんな設定、確かにね皆さんあっちやこっち構成初期値から変えろってキャリブレーションで登録しようとかあるとは思うんですけど、逆発想、もう設定項目絞って初期値っていうんですか、結果的にだから操作も最小で済むんじゃないかなと。構成は本当に必要なのか、で逆に言いましたら構成せんかったらどうなるのかって、こういう考え方で攻めればね少しは幸せに向けて一歩一歩を踏み出せるんじゃないかなと思います。実際ねこの様子動画の方でね撮影しておりますので、ぜひともね見ていただければと思います。構成しない時の悪影響っていうのを確認していただければと思います。でまず用意しますのがね、ちょっとあまり高周波的には良くないんですけど、 M 型コネクターの先端にこのような形ですね、このような形にワニクニクチップで、こちらにね変換コネクター、 M 型の変換コネクターですね、これを付けさせていただいております。これをね早速こちらの方に接続させていただきます。このような形付けさせていただきます。
今測定電池ですけど1メガから30メガまでで SDR だけを今表示させております。であと測定のねこのメッシュ SDR が1ですね、2、3、4という形でね非常にね枠としては大まかにつかめるような形にしております。50オームの特性を確認させていただきます。50オームですね、今ちょっと取り付けさせていただきました。50オームでねこんな形でしょうか。やっぱり注意していただきたいのが今回配線が雑ですのでこのような形ですね。ちょっと端の方行きますとね 1.5 ぐらいまで上がってますね、30メガ。それでもね特別こうよく見ていただきますと SDR 変な山みたいなものは全然ないと思います。で50オームがほぼ大丈夫ということを確認しました。次25オーム全く構成してない状態なのでね、本来ですとここが SDR2 の数値のところになるんですけど、ここですね問題になっているのがここがねおよそ5メガ前後プラスマイナス2メガぐらいの間がねこのような形に大きな山となって、要は SDR が実際よりも高く表示されております。実際ねここが2ですのでここが3、本来ですと2でないといけないんですけど3として表示されております。次100オームの時もね調べておきます。100オームでも一緒ですね。ずーっとまっすぐならいいんですけどほぼ 5MHz のところで SDR が3ということで、構成すればねここ完璧にフラットになるっていうことはすでに確認済みですけど、あえて構成をしないっていう前提で考えていきますと、このような現象が起こっているということをね把握していただければと思います。どうだったでしょうか。同時ケーブルの影響の方はね、大なり小なりは間違いなくあるんですけど SDR に関してはあんまり影響はないっていうんですか。これはねもう過去の動画でも紹介済みですので、ぜひともねそちらの方も見ていただければと思います。回路本体ですよね。このナノ VNA の内部の回路構成かけるっていうことは、通常ですとこの内部の回路と同時ケーブルまで含めて構成ですから、構成しないとなりますとこの内部の分まで残っちゃうんですけど、内部についてもキャリでコピーしてしまえばいいだろうっていうのはあるんですけども、これもね結構作業慣れてきますとめんどくさいですので、内部の回路の補正までしない、そう考えてきますとね意外と影響があるっていうんですか。私のこの個体に関しての情報なんですけど、5メガ前後数値はねやっぱりちょっと信用できないと。SDR は間違いなく1を示してましたので、大小関係は一定のね精度を確保しているということはね分かったんじゃないかなと思います。こういう回路につきましてはナノ VNA 本家ですよね。で今回私の持っているのはナノ VNA V2 という全く別の方が設計されたものなので、回路設計が違うので、あとはやっぱこのナノ VNA はねある意味各メーカーさんがコピーして出されてますので、使ってる部品微妙なパターンの変化とかによりまして個体差あると思います。必ずね各自のお持ちのナノ VNA でね同じようなテストをして問題がないのかだけねちょっと確認いただければと思います。では今度はねおすすめの設定、これをねちょっと動画の方でご紹介させていただきます。ナノ VNA を SDR 系相当の機能しか使わないというところについてね簡単にご説明させていただきます。まずポイントですけど、こちらの方ですね、まず表示させる項目をね極限まで減らした方がいいと思います。ですので今回はねトラック0番に SDR 系だけをね表示させるような形にしております。他のものはね全て消させていただいております。で次問題になりますのがここの測定電池ですけど、通常のチューナーの調整に特化するようでしたもんね、もう最小の状態にさせていただいた方がいいんじゃないかなと思います。スケールの方で一番重要なのが、普通ですとねここいろんな方ですと私も 0.5 ぐらいが通常のアンテナの調整ですね。スケールは 0.5 がいいと思うんですけど、アンテナの中段のね調整だけですとスケールはもう1がこれ初期値が1だったと思うんですけどね、1が一番いいと思います。ですのでここが1、2、3、4とね普通じゃ考えられないんですけど、これぐらいがね一番使いやすいかなと思っております。周波数の幅になるんですけど、まず基本的にはスタートとストップ、やっぱ応答速度を上げようと思いますと、ここのねスキャンの幅を狭めて、極端なことを言えばね一つの周波数でも発信できるようには設計されてるんですけど、いろんな設定を私を試した限りですとね、通常ですとハムバンドをね想定して使っていただくとね非常に便利いいんじゃないかなと思います。ですので7メガを例にしますと 7.0 メガ
でストップは 7.2 で私いつもよく使っております。 7.2 メガどうだったでしょうか。もうある意味シンプルなんですけど、アンテナの調整に関しては私の個人的な意見なんですけど、SWR のところはもう縦軸位置、多分これが初期値だと思います皆さん。縦軸位置が私的には便利良かったと思います。周波数の幅ですよね。スタートストップ応答速度を上げるために固定でいった方が最初はいいのかなと思ったんですけど、やってみますとバンド全体ですよね。例えば7メガでしたら 7.0 から 7.2、21メガですと 21.0 から 21.45 ぐらいをね目安にバンド内スキャンさせた方がね意外と便利がいいっていうことが分かりました。こういう設定をした状態で実際にいつも使っておりますロングワイヤー用のアンテナチューナー調整してみましたので、その様子ちょっとね動画の方で見ていただければと思います。いつも使っておりますねロングワイヤーにアンテナアナライザー準備いたしまして、このような形にね釣り竿をセットしまして6メーターのロングワイヤー準備させていただいております。メモリのスパン端を 1.0 で 1.2 メガですねして SWR ののみに表示切り替えております。でスパンの方はね1にしてちょっとね大きくね変化を捉えれるようにしてます。で今からね調整開始いたします。従来よりねこのようにタップ調整していきますので、一瞬にしてこういう形で1.5 秒程度でスキャンがかかってますので、バンド内のね変化っていうのが分かりますので、意外とねメーター並みの使い勝手はあるんじゃないでしょうかね。どうだったでしょうか。チューナーの調整を例にさせていただいたんですけど、個人的には意外と便利が良かったと思ってます。で応答速度はね確かにある意味バンド内のスキャンが 1.5 秒、測定点間引きすればもっと速くなるだろうっていうのはあるんですけど、できるだけもう初期値にしたかったっていう思いもありましたので、もう何も考えずに応答速度の遅さで表示器もね 2.8 インチのちっちゃいタイプでしたけど、個人的には結構使えたんじゃないかなと思います。実際 1.5 のスキャンですけど、スキャンしてる幅がバンド内ですので、バンドのどっち側のSWRが下がったっていうのが見えるので、逆に固定にするよりもバンドの端を見ながらみたいな方がね意外とねほんと便利良かったです。よくあるのが今のところちょっと高騰してるんでね4インチクラスは高いんですけど 2.8 インチはねまだまだ安い値段で結構手に入ると思います。1万円以下で手に入る好きな周波数で簡単に SWR が測れる、もうアンテナアナライザーっていう名前まで消してしまいましたけど SW 系と思えば当然このナノ VNA 買う価値あるんじゃないかなと思います。こうやって使っていきますと人間っていうのはさらにね欲が出てきます。何でもそうですけど使えばねいろんなことを覚えてきますので、使い方をねだんだん覚えていきましたら設定を変えていただいて、でなおかつね構成をねしていただきましたら高度なね本当の高度だもう本当夢の測定器としても当然活躍できますので、できればねこのナノ VNA 徹底的に簡素化のバージョン、そういったとこねこのコードの使い方、そういうのをね段階的に覚えていっていただければねアマチュア無線もっと楽しめるんじゃないかなと思っております。ダイポールアンテナの調整に関しましては調整の時のインピーダンスのこの測定が命になってきます。これもね動画で何回もご紹介いただいて、要は50オームより高いか低いかで調整方法全然異なってきますので、ダイポールアンテナはね同時ケーブルを含めて構成しないと全く意味がないので、そこはねご注意いただければと思います。今回はこの高度なナノ VNA を徹底的に SWR 系として使う方法をご紹介させていただきました。こういう使い方もねぜひともしていただければナノ VNA 机の中から出てねもっと傷だらけになってくんじゃないかなと思います。ぜひともね皆さんこういう視点でもねナノ VNA 使っていただければと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。